私の命はもう長くないかもしれない。セルビア王妃、ドラガマシンが、そうつぶやいた記録が残されています。平民の娘として生まれ、王妃として玉座に立った彼女は、ただ愛された女性ではなく、語学、教養、慈善、制度改革を通じて、王妃という枠に行動で風を送り込んだ存在でした。声を張らず、肩書きによらず、それでも変化を起こした女性の軌跡は、同じ時代を生きる無数の女性たちの心に静かに火を灯しました。その生き方が未来に何を残したのか、今、私たち自身に問われています。このチャンネルでは、語られなかった歴史の裏側と名もなき者たちの人生に光を当てています。次の物語も見逃したくない方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。第1章、鏡の向こうにいた女官。クラグエバツの朝は、曇りガラスのように鈍く、濡れていた。石畳を渡る風は冷たく、家々の窓にかかるカーテンは、貧しさとつつましさの両方を隠していた。この町で、1864年、ドラガ・ルンジェビーツァは生まれた。父は地方管理。官舎には本と古いランプ、そして沈黙があった。彼女は少女の頃から、言葉の重みと音楽の間にある呼吸を聞き取る子だった。フランス語、ロシア語、ピアノ。貧しさに叩かれても手放さなかったのは教養だった。最初の結婚は短く、終わりは唐突だった。酒に酔った夫が階段から転落した夜、彼女はまだ20代前半の未亡人になった。喪服の袖を繕いながら、鏡の中に映る自分を見つめる時間だけが変わらぬ日課となっていた。1887年、ドラガは宮廷へと招かれる。セルビア王妃ナタリアの次女として王宮の空気を吸うことになる。それは貴族の装飾の一部となることであり、誰にも必要とされぬ場所に形だけで立たされる役目でもあった。彼女は黙ってそれを受け入れた。装飾であるなら、美しく整えることを。沈黙であるなら、静かに息をすることを。ある日、王妃の兄弟の前でドラガは銀櫛を手にしていた。髪を整える動作に迷いはない。鏡に映るのは王妃の顔。その肩越しに一つの人影が現れた。13歳のアレクサンダル王子だった。母の様子を見に来たのだろう。だが、彼の視線は王妃を超え、鏡に立つドラガに向けられていた。鏡越しの視線が静かに交差する。何も言葉はなかった。ただ、その幼い瞳には選ばれるはずのないものに向けられた、まっすぐな好奇心と、どこか寂しげな親近感が宿っていた。やがて彼は、鏡の中で彼女の肩に手を置いた。柔らかい指先の温度が、ドラガの胸元に残る。その瞬間、彼女は、自分が誰の装飾でもないことを、初めて知ったのかもしれない。第2章、封を切られた言葉。ドラガと結婚する。これは私の決断だ。国王となったアレクサンダルは誰にも相談せずにそう宣言した。その声は恋の言葉ではなかった。それは責任と統治に裏打ちされた命令だった。1900年、セルビア中が騒然とした。平民出身、年上、未亡人、王妃にふさわしくない理由はいくらでも並べられた。貴族たちは眉を潜め、政治家は距離を取り、国民は声を荒らげた。ナタリア王妃は国外へ去った。新聞の見出しには国辱、王権の堕落という文字が躍り、ドラガの肖像画には悪意ある書き込みが重ねられた。ドラガは黙っていた。彼女は愛されることよりも立ち続けることを選んだのだった。王妃として、自らの足で国の空気を吸い、王の決断に伴う傷を受けることを受け入れた。婚姻の署名の日、王宮の窓の外では新聞が燃やされていた。民衆の手によって火がつけられ、舞い上がる灰の中に罵声が混ざる。王は書斎で筆を取り、結婚宣言文に署名した。その指の動きは、震えも迷いもなかった。机の隅に置かれたろうそくの火が淡く揺れていた。ドラガは隣に立ち、
窓の外を見ていた。その顔には何も書かれていなかったが、耳だけが静かに紙の焼ける音を拾っていた。やがて王は、封筒に文章を収め、ろうを垂らし、王家の印を押した。死の風浪が冷えていく音が、室内のすべてを締めくくった。その風には、祝福も、承認もなかった。ただ、抗うことすら許されない決定を、静かに受け入れた、二人の沈黙だけが、印の下に閉じ込められた。そしてドラガはその夜、誰の言葉にも返さず、ただ小さな息を一つ吐いた。それは、恋ではなく、責任を引き受けた者の契約だった。第3章、影が伸びる廊下。王妃となった日から、ドラガの選択は続いていた。王の隣に座ること。国に立つ者として、美しくあるのではなく、動くことを選び続けた。戦災孤児のための救済基金。貧民街への視察と支援。女子教育への寄付。福祉制度の簡素な見直し。彼女の行動は、王妃の装飾としてではなく、実在するものとして刻まれていった。しかし、称賛の声は届かなかった。新聞は依然として不妊の王妃、未亡人の野心と書き立てる。王妃の兄ニコラにかけられた汚職疑惑は、証拠もないまま拡散され、王妃の存在そのものが王政を腐らせる象徴と化していた。彼女が姿を見せる街角では、人々が視線をそらした。だが、その沈黙の中でも、ドラガは歩みを止めない。身分を言い訳にせず、声を張り上げることもせず、ただ自分の足で街に降りた。ある日、彼女は王宮の長い廊下を一人で歩いていた。誰の付き人も連れず、誰にも気づかれぬように。窓から差し込む遮光が彼女の影を細長く引き伸ばしていた。手に持っていたのは、孤児院への寄付願いに添えた手紙の控えだった。誰の指示でもなく、王の承認を得る前に、彼女自身が記したものだった。歩みを止める。壁に沿って伸びる影が、彼女の先を進んでいた。振り返る者はいない。けれど、その影は、確かに見られていた。後年、ドラガが王宮の制度や福祉支援に力を入れていたことを知った女性たちは語っている。自分たちも何かを選び取れるのではないかと思った。声にしなくても行動で示せることがあるのだと感じた。王妃でありながら誰よりも低い場所を歩いたその姿は確かに誰かの記憶に残っていた。影が光よりも先に伸びる。それは恐れではなく意志の形だった。第4章、鍵の落ちた夜。1903年6月。王宮の空気は冷たく重く形のない音に満ちていた。報告書の字が歪み、衛兵の足音が揃いすぎていた。それは言葉にならない気配。ドラガは気づいていた。扉の鍵に指をかけるとき、手の甲に汗がにじむ夜が続く。謹慎にだけ、こう漏らしたという。私の命はもう長くないかもしれない。王妃として立つこと。それは、命を差し出すこととは違う。最後まで立ち続けること。逃げず、背を向けず、沈黙の中で扉を見守ることだった。その夜、王とドラガは書斎で最後の会話を交わしていた。机の上には、鍵束と未決の書類。窓の外では、誰かが立ち止まっている気配だけが夜風に混ざっていた。まだ希望はある。アレクサンダルの声は静かだった。だが、その言葉に答える者は、もうこの国にはほとんど残されていなかった。ドラガは机の上にあった最後の鍵を手に取った。それは王の寝室の最も深い扉を閉ざすもの。金色の古びた鍵が彼女の手の中で少し重かった。錠に差し込もうとしたその瞬間、指が滑った。鍵が石の床に落ちた。金属の音が部屋の静寂を断ち切る。高くもなく、鋭くもなく。ただ、静かに戻れない瞬間だけを告げていた。二人は、その音の余韻の中で目を伏せた。誰も、鍵を拾おうとはしなかった。
扉の外から、筒音が近づいてくる。重く、一定の間隔で、命令ではない。土星でもない。訓練された者たちが持つ無音の意志だけが迫っていた。王はドラガのそばに立ち、ただその手に触れた。逃げようともしなかった。彼女もまた、最後の一線を越えようとはしなかった。この夜、ドラガが守ったのは、命ではなく、立場でもなかった。それは、王妃としての沈黙だった。落ちた鍵は、誰の手にも戻らなかった。そしてそれが、最も静かな決断の証となった。第5章、バラの地、白い朝。銃声が響いたのは、夜の終わりだった。王宮の奥に、音もなく入り込んだ兵士たちは、ためらうことなく寝室を目指した。扉は閉ざされていたが、内通者によって鍵はすでに外されていた。王と王妃は身を隠すこともなかったという。ただ椅子に並んで座り、互いの手に触れていたと記録にはある。最初に撃たれたのはアレクサンダルだった。数発の銃弾が胸を貫き、彼は床へと崩れ落ちた。次にドラガ。声を上げず、立ち上がらず、ただ王のそばで銃弾を受けた。だが、そこで終わることはなかった。兵士たちは倒れた体に刃を突き立て、装飾品を引き剥がした。王妃の指輪も、耳飾りも、衣服さえも、その場で剥がされた。そのすべてが、見せしめのためだった。王政の終焉を告げる演出のように、痛みが繰り返された。死体に対してもなお、命令が働いていた。夜が明ける頃、二人の遺体は窓から投げ落とされた。音もなく、王宮の中庭の芝生に落ちた。衣服は裂け、顔は見えず、誰の祈りもなかった。兵士たちは見ようとせず、宮廷の誰も近づかなかった。王妃の傍らには、一輪の白いバラが潰れて落ちていた。それがどこから来たのかはわからない。誰かが落としたのか、あるいは手に握っていたのか、記録には何もない。そのバラの花びらに血がじわりと滲み始めた。布ではない。声でもない。ただ、色と重さのない静けさが花の輪郭を奪っていった。そして、その白はなおも空に向かって開いていた。崩れた体の傍らで誰にも踏まれずに残ったバラは、何も語らぬまま、まだ終わっていないという形だけを朝の光の中に浮かび上がらせていた。それは沈黙の中で手渡された継承だったのかもしれない。今回の動画は以上となります。ドラガマシンという名は長く歴史の片隅に置かれてきました。王妃としては異端。平民の出で年上の未亡人。誰もがその肩書きに背を向けましたが、彼女はただ一人、王妃という名のもとに選び、動き、支えた人でした。声を張らず、称賛も望まず、それでも孤児に手を伸ばし、制度を見つめ、街を歩いた。どれも記録には残りにくい行為ばかりでしたが、その姿は、当時の女性たちにとって、王妃という言葉の意味を変える、静かな衝撃となって広がっていったのです。銃声とともに消えた命の先に、彼女が残したものは何だったのでしょうか。それは血や報復ではなく、名もなき誰かのために立つという姿勢でした。その生き方は、静かに後の世へと染み込んでいきます。もし、あなたの周りに、誰にも気づかれず、誰にも頼られず、それでも何かを守ろうと立っている人がいたなら、その人の影の形に、ドラガという王妃の記憶が宿っているのかもしれません。最後までご覧いただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、語られなかった歴史の裏側と名もなき者たちの人生に光を当てています。ご意見や感想があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。そして、また次の物語でお会いできるよう、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。